片手バックハンドのスライスについて動画を解説したいと思います。この動画では片手バックハンドスライスの基本的な体の使い方、力の生み方、力の使い方について解説していきたいと思います。このレッスンの対象としては、片手バックハンドスライスがなかなかうまく打てない方、あるいはボールを切ってしまってなかなかボールが前に飛ばない方、また滑るようなスライスを打ちたい方へお送りしたいと思います。この動画のゴールとしては、片手バックハンドスライスの打ち方、ボールへの力の伝え方が理解できること、そしてスライスを打てるようになるためのステップが理解できるようになること、こちらをゴールにしたいと思います。この動画は動画をご覧いただいている方からスライスがなかなかうまく打てないというリクエストをもとに作成させていただきました。もし他の方々の参考にもなればと思います。まずスライスはボールに対してアンダースピンをかけていくショットなわけですけれども、うまくいかない原因としてアンダースピンをかけてしまうとボールが上に行ってしまったり、あるいは回転に変わってしまうのでボールが前に飛ばない、そして前に飛ばそうとして一生懸命振ろうとするけれども、それでもスイングが合理的でないのでボールに力がうまく伝わらず、なかなかうまくいってないケースをよく目にします。ですのでこの動画ではおそらく他のコーチが教えていらっしゃるスライスの教え方と全く違うアプローチを取ろうと思います。ですのでもしご覧いただいて少しこの辺がうまくいかない、あるいは全くうまくいかないなどのご意見がありましたら、ぜひお寄せいただければと思います。アプローチ方法はその人それぞれの症状によってまた異なってきます。ですのでまずはこのアプローチ方法をお試しいただければと思います。まずスライスショットの基本的な体の使い方としては、片手のスピンのショットと同じような考え方になります。基本的には体で回った力で腕が出てきます。出てきた力をここで止めてあげる形ですね。そしてあとは惰性でフォロースルーをしていく、そんなイメージになります。そしてスピンの場合はボールの下から上にラケットを出していきますけれども、スライスの場合はそれが上から下に出てくる、そんなイメージになります。そしてこのスライスではスライスをトライしようとしたけれどもうまくいかないケース、そのようなケースを想定してどのようにすればうまくいくかという点を解説していきます。まずスライスでうまくいかない方の多くはボールを切ってしまってボールに力が伝わらない、せっかくスイングで生まれた力がボールに伝わらず上に行ってしまったり回転に変わってしまったりしてしまうケースが多く見受けられます。ですのでこの動画ではまずフラットを打ちたいと思います。フラットといってももちろんグリップはコンチネンタルグリップで持ちます。そしてラケットは少し打点より上で構えます。この時に当たる時の面の感覚を意識したいので、まずはあまり大きく構えず小さく構えてみましょう。肘は打つ打点のインパクトの位置ぐらいに置いてください。そこから少しだけ肘を曲げた状態にしましょう。ここの動きだけでまずは当たる感覚を感じていただきたいと思います。肘は打点の位置に置いておいて、そこから腕だけ曲げていきます。でラケットは打点より上の位置に置きます。そしてそこから面を上にして切りに行くのではなく、フラット面にしてボールに当てるようにしましょう。そうするとボールをしっかり飛ばすことができると思います。やってみましょう。ボールを出してフラット飛ばしてください。しっかり飛ばしてみましょう。ボールをここから出してフラット。はい、この時に注意していただきたいのは、ボールがラケット面に入っていく時に必ずまっすぐの面で当たるようにしましょう。まずこの面がこう入ってしまうと上に向いてしまいます。ですのでフラット面でまず当てるようにしてください。面は上に向けなくても構いません。この状態でもコンチネンタルグリップで握っていればやや下に入っていくので少しだけアンダースピンがかかっていくと思います。
まずこれでボールがしっかり飛ぶ感覚を覚えましょう。これでしっかりボールが飛ばせるという感覚がつかめてくれば、あまり力まなくてもボールを飛ばすことができるようになっていきます。はい、まずフラット面でボールが飛ぶ感覚がつかめてきたら、今度は少しずつスライスの回転をやってみましょう。スライスをかけるときはボールに対してラケットが上から入ってきて、必ずまずフラット面で当たります。その後にラケットの下側、こちら側半分、こちら側半分を少し前に出すようにしてみてください。あまりやりすぎてラケットが上向きになってしまうといけません。このフラットで当たった状態からこの下側を、このラケットの下半分、こちら半分をボールの下を少し滑らせるようなイメージ、そんなイメージやってみましょう。ラケットの下側半分をボールの下側に滑らせていく感覚です。やってみます。はい、いかがでしょうか。ここまででスライスのボールが飛ぶ感覚、そしてそこからスライスを少しかけていくためのラケットの抜き方を解説してみました。もしここまででボールが飛ぶ感覚と少しスライスをかけていく感覚が出てきたら、少しずつスイングを大きくしてみます。先ほどは肘をこの位置に置いてましたが、しっかり肩を入れ肘をしっかり引いておきます。そうすると体が回った時も振り子の動作、バックハンドの片手スピンと同じように振り子の動作が使えるようなイメージになります。まず体が開いてきて、その力で腕が出てきます。そしてその力が最も加速されるように体の開きは途中で止め、腕がそのまま前に出るイメージです。そしてその過程で必ず面は上からフラット面で当たり、そしてそこからラケットの下側が出ていくように、その動作を入れてみるようにしてみましょう。まずはあまり動きを大きくせず、小さい動きでも十分ボールは飛ぶと思います。スライスは相手の力を利用して打てるので、小さい動きでもしっかりブロックできれば十分に強いボールは打つことはできます。ですのであまり慣れていない方はあまり大きくせず小さく構えてやってみましょう。何よりもスライスで大きくあるのは、一生懸命振ってしまったり、あるいは体が開いてしまうケースです。そのようなケースの多くはやはり力を伝えようとして一生懸命やってしまうケースが数多くあります。ですのでまずは当たる感覚、力がしっかりボールに伝わる感覚を小さいスイングで覚えるようにしてください。そうすれば大きい動きは不要だというのが体が理解していきます。そうすればスイングは徐々に良いスイングになっていくと思います。今日のスライスの動画はここまでになります。ありがとうございました。